杉村舞香、俺は毎日君のことを考えてるよ。キモくそのビジュアル、その声、俺の頭の中から離れない。聞いたことある今。杉村舞香大好きだー。わー待ってたよーイカちゃん。まあ今チェンさんが阿ビ教官叫んでいたのは、オッドユースというグループに所属するマイカちゃんという日本人メンバーのことですね。はい。最近お熱で、うちのチャンネルをよく見てくれてる人とかチェンさんの X を見てる人は知ってるというか、しつこいというかうるさいというか俺だって現場仲間に言われたよ、オットユースのメンバー他は分かんないけどマイカちゃんだけ覚えましたっつって全くステルスじゃないマーケティングをしていることでおなじみはい。チェンさんがおなじみというかマイカちゃんがおなじみの、オッドユースは TOP メディアっていう事務所に所属してるんですけど、この事務所は、SM エンターテインメントかの有名なですね、そんな無理に吹聴しなくても誰でも知ってるTOP メディアもそんなに別に無名ではないんですけど、それよりははるかに有名な SM エンターテインメントでシンファ神の話とかのマネージャーを務めていたイ・ジェホン、なんかどっかで聞いたことある、近い知ってる人に似てる、によってシンファが SM を離れた、2003年に SM を離れたんですけど、その後2005年に設立された事務所です、結構古いね。ちなみにメンバーはマイカちゃん以外はこの事務所設立以降に生まれていますなかなか、歴史があるってことですね。そうで、その TOP メディアの前身は ND エンターテインメント、正式名称はニュードリームエンターテインメントというんですけど、聞いたことあるの。そこをシンファのメンバーであるエンディと共に設立しました。で SM エンターテインメントを離れて、シンファのメンバーがバラバラになった時に個人事務所が必要だったんですよね、でその時に一番マネージャー時代に懇意にしてたというかリレーションシップがあったエンディと共に個人事務所を立ち上げてあげたっていうのが TOP メディアのスタートですね。なるほど、で同じくシンファのメンバーのエリックも所属していた時期があったんですけど、現在シンファのメンバーはシンファカンパニーっていうのを立ち上げてまして、そこで再結集、個人事務所で一回別れたけど元に戻ったというかシンファだけの事務所を作ったので、それで再結集してるのでソロのアーティストは現在は所属してないんですけど、グループとしてはティーントップ、MCND などが所属しています、ちなみに MCND はこれチェンさんに教えてもらったんですけど、韓国で一番最初に映像通話、通称4トンですね、コロナ禍の2020年頃に4トンによるサイン会を初めて開催したグループとして知られているところもあります、豆知識という感じなんですけど、著作権あったらよかったのにね。確かにね、でもそういうちょっとパイオニア的な部分がというかアイデアマン的な部分があるっていう事務所としてのイメージもあるかなとは思います、でだからMCND がその初の4トンしたグループっていうことなんだけど、その仕掛け会社である TOP はそのさっき挙げたティーントップと MCND 以外にも 100% ペクポセントですね、とかアップテンションっていうグループも輩出してるんですけど、その後者の2組は現在所属じゃないから最初紹介しなかったんですけど、これらはナムグル以外にも共通点がありまして、それが韓国人メンバーだけで構成されてるんですよね。なるほど。つまりマイカちゃんが所属するオッドユースはその TOP メディアが初めて輩出した多国籍ガールズグループということですね、多国籍も初だしガールズグループも初っていうグループをローンチしたっていうことです、で2024年11月1日にシングルアルバムベストフレンズでデビューした5人組です。メンバーは日本人で東京出身の最年長のマイカちゃん、俺のマイカで、中学2年生の時に TWICE のコンサートを見てダンスをしたくなって新大久保の K-POP 専門ダンススタジオ KPDS に通うようになりました、でそのダンススタジオは K-POP のありとあらゆる事務所のオーディションを受けられるんですけど、その中で TOP に合格したということみたいですね、で練習生自体は翻訳機を使ってコミュニケーションを取っていたそうなんですけど、今では流暢な韓国語を操るようになっています、メンバーもこんなに話せるなんて知らなかったって言ってましたで中学時代は3年間テニス部に所属していたそうで、もしかしたらそういう韓国でデビューするみたいなのを現実的に捉えてなかったっていうか、ただダンスが好きだった延長線上でなってしまったみたいなところはもしかしたらあるのかなという、その韓国語の準備の感じとかも見てもそういう可能性はあるかなっていう気はします。それはそれですごいけどね。ということで初めてのセンイルカフェを開催してしまうほど、なんか急に頭角を現したと言ってもいいのか大推しになってしまった、てかチェンさん的にはあれか、日本人メンバーを好きになるなんてっていうのも合わさってか初ですよ、
っていうぐらいの、まあむしろだからチェンさんにとっては日本人っていうのはもしかしたらブレーキになってたかもぐらいの、まあその経験上はね、別に特にだからといってということは絶対ないと思うんだけど、まあそれぐらいハマってしまったマイカちゃんだけの魅力みたいなのがあるんだったらありますよそりゃ何を言ってるんですか。いや最初にやっぱり衝撃受けたのは、透明感ですよ。透明感という言葉は知ってました。ただなんだろうなっていうところもありました透明感って何ぞやと。具体的に何を指して言ってるんだみたいな、ただタワレコでマイカちゃんを見た時に透明感ってこれだっていうのを初めて感じた、それは何具体的に後ろの壁が透けてたのかな。透けてたねあれは透けてたよそれ存在感薄い人に使う言葉だから違ういやなんかもうちょっとキラキラしてたもん。なんて言ったの。それはオーラとかカリスマ性とは違うんだ。違う、柔らかいなんかこうふわーっと包み込むようなあなんかこう清らかなオーラが漂っててと思って。でまずそこにやられたし、まあペン差がねとにかくねすごくいいんですよ、で一眼の上にさこうスマホでさ文字出してた何々やって的なやつあるじゃん。そうしたらそれをもうことごとくやってくれるんだけど、びっくりしたのがゆっくり寝てねみたいなやつもやったら、なんかそれまで俺はそれを単にメッセージのつもりで送ったの、これをやってとかじゃないんだけど、こういう風にやってくれて、いやもういいっていうぐらい。それはあれだね、その透明感とはちょっとギャップがある魅力とも言える。だからその優しい感じ、人柄がもうにじみ出てというか、あマイカちゃんはきっとご家族に愛されて育ったんだなっていうのがすごくわかるような感じがもうめちゃめちゃ出てるから、そこら辺でもうグッときたし、あとねもう声も可愛いし、とにかく、ね、声もって言ってたから声もこうちょっとねこう鼻にかかって少しこう裏返るようなところがあるのよ喋ると、そういうところもめちゃめちゃ可愛いし、まあとにかくもうビジュアルなんて言うまでもないですけど、もう隅から隅まで全てが可愛いです。わかりました。それは顔だけではないです。全てですよ。全て。他のメンバーもいるんでもう終わりでいいですか。はい、すいません。2人目はもう一人の外国人メンバー、韓国系アメリカ人のグイン・マヤですね。はい。ちなみに韓国名はソン・イエナで、ミドルネームはステファニーです。彼女はケプラーを生んだサバイバル番組ガールズプラネット999ガルプラですね。で最終11位まで残った。今の人数から考えると11位が惜しいかどうかがちょっと分かりづらくなってるんですけどまあでも惜しいよね。当時で言うとあと2つ順位が上がれば入るってことなんですけど、だからそこまで残った逸材で、このオトユースの名前を知らしめている、顔役と言ってもいいかなという。むしろだからマイカちゃんとかは知らなくてもグイーンマヤがいるグループでしょって覚えてる K-POP ファンは多いかなと思います。でそのガルプラ出演時は中学生だったんですけど、エネルギッシュでパワフルなダンスラインと、中学生らしい愛嬌でこう活躍を見せました。ということでメインダンサーっぽいんですが、オトユースにはなんとポジションがありません。そうですね。しかもリーダーもいません。言われてみればそうだ。なので彼女は有名っていうこと以外に特に肩書きがないんですけど、そんなオトユースの顔役のグイーンマヤですね。ガルプラを見てた人だったらあのグイーンマヤねっていう人は多いと思うんだけど、それから時間は経ってるわけじゃん。結構ねあのまんまよ。当時とね。そう当時と賑やかで明るくてっていうキャラそのままだから、なんかいい意味で成長してない。髪の色ぐらいなんか印象変わったのはあとはそれこそガルプラが終わった後よにいろいろなグループがデビューしてるわけじゃん。俺その度にグイーンマヤの名前がほぼ必ずと言ってもいいぐらい、今回こそグイーンマヤかもみたいのがさ、すっげえ何回も見たからさ、俺こんなに待望されてる子いたっけなっていうぐらいそれぐらいやっぱりみんなが K-POP ファンが待ち望んだデビューっていう子だなっていうのがあったから、そこら辺でもぜひ注目してもらえたらな、改めて注目してもらえたらなと私は思っております。だから K-POP ファンからするとこう世に出てこないのが信じられない。そういう前提で話進んでませんデビューするかどうかじゃなくていつデビューするんですかっていう話にしかならないっていう人です。知らない人はそれで覚えてもらったり、ガルプラの動画はたくさん残っているので、見てもらえたらなと思います。で3人目はカニで、外国人っぽいですが韓国人です。170センチと高身長のスラッとした大人びた美人という雰囲気を持ってまして、大人びたっていう印象とにそぐう感じで、世話好きでメンバーの衣装の乱れを直したりとかあとは宿舎にカニーが来てから散らからなくなったっていうか汚れなくなったっていう話もありまして、オットユースのお母さんとしてメンバーに頼られています。声も結構ロートーンでかなりシックな印象なんですけど、グループ内では一番愛嬌があるというギャップもあります。で小学校3年生からダンスを始め6年生でアイドルを志して2021年頃に入社をしました。で約3年の練習生生活を送ってるんですけど、
ちなみにグインマヤも21年に TOP 入社なんで、ほぼ練習生期間は一緒なんだけど TOP 内ではデビュー前までは別チームだったみたいで、デビュー直前まで面識がなかったみたいです。だからデビュー直前にその最終メンバーを決めるためのアメリカ合宿みたいなのがあって、そこで初めて出会ったみたいですね。そうなんだ、それは知らなかった。おとなしい子とかさ、控えめな子っているじゃん、大体どこのグループでも。でもさ、カニってすごいほんとクールなのよ、だからここまでちゃんとクール、見た目も含めてクールな子ってあんまりいないなっていう感じがしたから。髪の毛もツヤッツヤで真っ黒だしね。すっごい綺麗なイルカみたいな顔しててさ、髪の毛もツルツルだしすっげえ綺麗なイルカを褒めてんのか分かんないけど、褒めてるでしょうよ。顔もツルツルしてるし、すごくそのクール好きにはもうバチーンってくるビジュアルと、その雰囲気も含めて全部、確実にクール好きは仕留められてしまいますよで4人目はサマーですね。逆ウィンターということで確かに変わった名前は大体韓国人ということで、彼女も韓国人なんですけど、はい、ちなみに9月23日生まれなんで残暑生まれですね。残暑生まれって初めて聞いたよ。秋とは言えないみたいな。まあ確かに、でカニーとはちょっと境遇が違いまして、マヤとは長らく一緒に過ごした戦友のような関係で、共同生活というか共にした中でのエピソードとしては、お互いに歯ブラシを間違えたことがあるという片方だけじゃなくてね、登場人物がおじさんだったらキモすぎる話を本当だね可愛いエピにして話せるというサマーなんですけど、サマーはその小学5年生だった2018年にダンスフェスティバルで TOP メディアにキャスティングされました、ということは、練習生期間は6年ぐらいはあるということですね。だからそのグインマヤと戦友っぽい感じの話を最初に聞いてたから同じぐらいかなと思ってたけど、彼女は多分倍ぐらいあって、多分一番メンバーの中では長いと思われます。で夏生まれっていうこともありまして、グループの情熱を担当してまして、明るいキャラクターで、さらに言うとビジュアルメンバーとも言われています、ベストフレンズの時とかはセンターがすごい多かったという。マジでね、ビジュアルえぐいよ本当に。いや、最初にそれこそオットユースのタワレコに見に行こうかなっていう時に誘われたんだよね。でその時にやっぱりみんなが大体目が行くのはサマーっていう話を聞いてて、で実際見ても確かにそうだし、愛嬌もいいし、ただね、一番変な子ですね。ああ、そうなんだ。そう、名前だけじゃないんだ名前だけじゃない、なんていうのかな、ひょうきんとも違うし天然とも違うんだけど、なんかね抜けてるというか。でも明るいは明るいんでしょ。明るいで、なんていうの、突っ込まれる感じ。空回ってるんだ。そうサマーそれ違うよみたいな感じな印象があるから、だからビジュアルとのギャップは一番あるメンバーかなっていう感じがする、だからそれを丸く言うと情熱担当ってことでしょ確かにそうかもしれない、でラスト5人目はイエウムですね。でグループにも一番最後に加入が決まったマンネです、でちなみにゼビニソというウズベキスタンネームがありますゼビニソすごい、聞き慣れないですね。という、隠れ外国人メンバーでもあります、隠れというのは国籍がないからですね。お父さんがウズベキスタン人らしいんですけど、国籍としてウズベキスタンと二重国籍ではないので、普通に韓国人メンバーとしてカウントされてるっていうことです。で練習生期間は約2年と、グループ内では一番短く、加入前は不安だったそうなんですけど、小学生の頃からダンスも始めてますし、ミュージカル経験もありまして、他のメンバー以上の経験値を持っているという面もあります、ちなみにマイカちゃんはイエウム加入時に2007年生まれのすごく可愛い音色の妖精が来るって聞いてたみたいでできたら本当にそういうすごく可愛い子が来たっていう話をエピソードとして話してたんですけど、ちなみに私は個人的にはですね、俺はイエウムがビジュアル面じゃないかなと思っています。画面越しで見ても可愛いですよ。だけど近くで見ると、マジ可愛いびっくりするぐらいっていうぐらい、やっぱ距離でも全然違うからね。いやだから俺はチェンさんがマイカちゃん騒いでる、世間がグインマヤ騒いでる、オドユースを知ってる人はカニとサマ騒いでる、いやユームじゃねみたいなそれはね、それ俺が知らないから思ってるのかなって。いやでもあんまり大きな声では言えないですけど、最初にじゃあオトユース見に行こうってなった時にイエウムかなって俺ちょっと思ってた。俺はちょっと抜けてる感じするけどみたいな。いや本当にね、直にその目で見た方がいいっていうぐらい だいぶこうなんていうの、割り増しっつったらあれだけど、本物の方がっていうぐらい本当びっくりするぐらいだし、多分一番おとなしいメンバーだと思うんだけど、ニコって笑った時のそのギャップもそうだし、韓国人にあんまりいない八重歯っていうところもすごい可愛いし、あと俺これナムウィキにも確か載ってない情報だと思うんだけど、実際聞いた話ね、もともとイエム、日本のアイドルになりたかったらしくて。あ、そうなんだ、スタダかなんか受けたらしいよ。スタダストプロモーション、ね、そうっていう話を聞いて、あ、そうなんだと思って。いけそうだけどねね。そんな、ダンス面でボーカル面で
ビジュアル面なイエウムが5人目のメンバーです。はい。そんな TOP 初の 2.5 人外国人のオッドユースは普通じゃないとか個性的一風変わったという意味のオッドと、若者や青春を象徴するユースを合わせたグループ名で、グループ名には他人の視線には違って見えるかもしれないがユニークで個性のある若者が集まってありのままの自分たちのストーリーを表現するという意味が込められています。はい。公式ファンダム名はオディスですね。でちなみにグループ名のロゴは世界三大デザイン賞うちの2つの受賞歴がある LMNT カンパニーっていうところがグループロゴを手掛けています。すっごいとこやってたのね。それ全然知らなかったわ。由緒正しいというか。はあ。可愛いよねあれね。でオッドユースはさっき冒頭に言った通り2020年の11月1日にシングル「ベストフレンズ」でデビューしまして、2025年2月にはグローバルスタンダード K-POP チャート KM チャートでベストルーキーを受賞しデビュー3ヶ月にして注目を集めた注目の新人として知られたというところがありまして、その勢いもあって同年の4月15日に初のミニアルバム「I Like You」でカムバックを果たしました。そしてさあここからだと思っていたらそこから11ヶ月も空きまして本当だよ2026年3月12日セカンドシングルアルバム「ベイビーフェイス」で約1年ぶりにカムバックを果たしました。待ってたよ。だからそれもあって今回グループ紹介を取ってるってことでもあるんですけど、ということでついに K-POP にカムバックしてきたオッドユース、そのグループの魅力と、そしてベイビーフェイスは、オッドユースのどういう魅力を解き放っている曲なのかということを、盛大に語っていただければというかそれに締めの言葉としてもらえればと思います。はい。オッドユースの魅力やっぱりそのユースっていうグループ名と、そのユニークさっていうところはこれまでもあった。やっぱりどことも違う音楽っていうところはあったと思うし、結構さこれぐらいの規模の事務所ってさすぐ流行りに乗りたがりじゃん。でもそういうところもやんなかったし、で、今回期間が空いたっていうのはちょっとっていうところはあったけど、今までとは当然違うっていうのはあるんだけど、一番メローな歌物っぽいところがあって、これ今までのオッドユースと違うじゃんっていうそのいい意味での驚きっていうのもあったし、なんかベイビーフェイス俺やっぱちょっと懐かしい感じがしたっていうか、それこそ第3世代、最近よく第3世代オマージュみたいなグループ多いけど、なんかそれに近いところはあるんだけど、じゃあ何と似てるかって言ったら音楽的には似てるところないんだよね。ただなんかグループのそのこれまでの見せ方とか立ち位置とかそのユニークさっていう部分ではちょっとオマゴルっぽいなっていうところはあったかな。ユースっていう名前はついてるけど今回やっぱりちょっと大人っぽくなってる部分、ちょっとセクシーな部分、でもやっぱりはつらつした感じとかユニークさはそのままでこれまでとは違う。で特にさっきスライスはイエウムの名前出してたけど、今回イエウムのボーカルが一番生きてるなっていう感じがして、だからポジションないけどなんとなくさ俺イエウムってメインボーカルポジションかなみたいなふうに思ってたんだよ。オッドユースの楽曲って特別そのメインボーカルが強調されるような曲があったわけじゃないけど、今回は彼女の音色がすごく生きてたし、MV でもなんかさマイカちゃんはもちろんなんだけどさイエウム今回なんか爆発してんなみたいな私思ってしまいまして、 MV でも結構目立ってたところもあるし、でさっきサマひょうきんな子じゃないか、サマ変な子って言ってたけどやっぱり MV でもそのシーンはあったと思うから、なんか結構それぞれの魅力、5人それぞれの魅力がしっかり出てたと思うから、これはちょっと期待してもいいんじゃないかなっていうふうに私は思っております。はい。質問、何でしょう。マイカちゃん推しとして声が可愛いのは俺も同意なんだけど、パート少なくないですか？それはねそうだと思うけど、だって声可愛くてさポイントになるけど毎回少なくない？今回はねちょっと多い方だと思うよ。推し的にはどう思ってるんですか？少ねえなって思ってる。やっぱそうなんだ。でそれこそあれですよ、アイブでいうガウル先輩より少なくない的なぐらいポイントでしかないじゃん、だからこれをもっとちゃんと TOP が活かせれば、もうだって絶対武器になるのに、でオッドユースのカラーとしてもマイカちゃんの声っていうのはぴったりだと思うから、俺はもっとそこを生かすべきだと思うし、それができたらオッドユースは間違いなく広めを見ると思う、マイカちゃんにかかってると思う。いや TOP にかかってるのか、どっちにしろすごく魅力的なグループだと思うので、これからもっとまだまだいろいろ見せてくれることを私は願っております。なんかうちらが紹介してるグループの中でもかなりマイナー寄りだと思うんでねうちら抽象好きとはいえ、なんかそれを推す魅力っていうかさ、その中小の希望って俺リセンドだと思うんだけど
なんかちょっと似てるなって思う部分もあるし、ショーの希望っていうかだからリセンヌの方が正直ミューズの方が規模としては本来はちっちゃいけど今や結構売れてきて、中小というよりは中規模事務所みたいなさ、まあ、オッドユースはその11ヶ月休んでたっていうのもあるけどまだファンダムの規模としても人気としてもショーの側だと思うんでね。ただラインとしてはすごくリセンヌラインというか、そこをまあ狙うべきっていうところもあるのかもしれないけど、だからそういう中小よりもさらにショーが好きみたいなさ、なんか K-POP ファンに向けての魅力みたいなのあんのかな。ジャイアントキリングが見れるかどうか。だから大手ってさもう基本的にさ、ほぼほぼ成功が約束されてるじゃん。まあラインが高いじゃん。失敗の基準も高いしね。そうだけどやっぱり中小好きっていうのってさ、例えば音楽番組で初めて1位を取った時、大手が取ってもさですよねみたいなところはあるじゃん、正直。でもやっぱり苦労して取るグループってやっぱり中小の方が圧倒的に多いから、その時の感動っていうのは絶対あると思うし、それはもう大手追ってたら味わえないこと、やっぱりそれをまあお互いではないですけど、そこを味わうその体験をできるのはオッドユースだけだと思うので、まあ気になった方はまず曲を聴いてみてメンバーをいろいろこう探ってみたらどうかなっていうふうに私は思っております。まあ一応そのジャイアントキリングがありそうなポテンシャルは十分あるってことね。だって4トン生み出した TOP ですよ。でも MCND ももっと大きい事務所だったら絶対売れてんのになってたまに思いますけどはいそれはありますね、まあでも一つもうこのメインストリームっていうかさ、今では当たり前になった4トンを作った事務所、ってことはなんかできんでしょっていうところはあるじゃん。なんかできんでしょっていうか逆境に強いんだなって思った、ね、確かにその状況でそれを生み出せて流れを変えれるっていうのは他の事務所にはないアイデアとかものを持ってるのかなとは思うけどね。だからそういう意味では11ヶ月っていうブランクはあったけど、その逆境の時じゃ今だからこっから跳ね返す力はあると思うので、信じているので事務所には本当に頑張ってほしい。まあだからオットなアイデアを持ったトップを狙える事務所っていう、うまいこと言うなまあでも長らく K-POP を見てきたチェンさんが、韓国人ばっかりを応援してきたチェンさんが、センイルカフェをやってまで見惚れたマイカちゃんがいるグループオッドユースっていうところは何の保証もないけど、それだけで注目してみてくださいっていうのが、まあうちのチャンネルからのお願いというか、まあちょっと信じてくれる、かける要素の競馬新聞だったら三角はついてますよみたいな感じなんで無印じゃないですよ。まあ俺はでもやっぱりリセンヌと通じるところは、俺は普通にメンバーのビジュアルがみんないいんじゃないかなと思うし、身長マイカちゃんも165あるし、多分平均身長170近いと思う。ハイキー的なビジュアルの良さもあると思うし、ハイキーの下ぐらいにはなると思うよ。それでいてこうみんな可愛らしいビジュアルっていうところがハイキーともまた違う魅力だから、でしかもハイキーはボーカルグループじゃん、オッドユースはダンスグループだよね、正直。そうですね。だからそこも含めて違う魅力というかねがあるグループなんじゃないかなと思うんで、プラスだから現場に行ったら透明感が見えるという矛盾した現象を味わえるから。そうですよ、透明感が見えることはそうそうないですからね。